안녕하세요、つまつまです。今日は日本に住んでいて良かったところについてお話ししたいと思います。ちやさんは日本に来て何年目ですか？今10年以上ですね。10年以上ですよね。私も10年以上、詳しくは言えませんどうですか？最初の印象と今って全然違いますか？韓国に帰っても日本の方が楽とか好きとかそういうところやっぱりありますよね、日本に来る前のイメージと来た時実際見てからのイメージがちょっと異なることがあるかもしれません。どういう点が違ったんですか？例えばすごく派手な服装が多いと思いました、コスプレとか自然に街出たらコスプレしてる人いるんじゃないと思ったんですが、ドラマとかアニメで見たので、でも実際着てみたら服がモノトン、地味な感じの、黒とか茶色とかの服が多かったですね、むしろ。そうですね、ごく一部の人ですね、そんなコスプレをしてたり派手な服を着る人は、なんか派手な服を着ていても別に気にしないじゃないですか、韓国だとちょっと派手な服とかこう着て街に出るといっぱい声かけられる、そう見られますね。特にプサンとかそう大丈夫みたいなおばあさんが大丈夫とか、真冬とかにミニスカートとかは必ず何人かのおばさんにこう声かけられますね、寒くないの？そう、風邪ひくよとか、そう冷えたらダメだよとか、そういうなんかおせっかいなところ、日本はそういうのないので、変な格好で街歩いてても誰もしないのかなと思っていたり、変な格好変な格好っていうか変わった格好、ありますよね、皆さんどうですか？私は日本に来てあんまり経ってないんですが、日本に長く住んでいたララさんとチアさんはこういうところの日本いいんだよ、好きだよとかありますか？特に私の場合日本って綺麗でどこに行っても綺麗で快適なのが結構気に入っていて、以前海外によく行く仕事をしていたんですけど、アメリカとかヨーロッパとか行ってやっぱりトイレがあんまり綺麗じゃない、日本があまりにも綺麗だから感じるところなんですよね、でそれでここにも慣れているから海外行くとよくすぐ便秘になったりこんなトイレではちょっとなんかこう心理的にダメで、でも本当に最初来た頃にすごく綺麗でびっくりした記憶もやっぱり鮮明に残ってますよね、皆さん思わないですか？海外ってトイレットペーパーなかったり使えないトイレがいくつもあったり、例えばデパートとかレストランに行ってもあんまり行きたくないトイレたくさんあったんですよね。こう出張でヨーロッパ行っててびっくりしたのが、デパートの中なのにこう有料トイレ掃除する人がそこにずっと在住してて、ずっと掃除をしてくれてて、その度にお金をみんなが払う、で面白かったのが関係ない人がいきなり入って自らやっている人もいるらしくて、そうですそれもその話を聞いて面白かったんですよ日本だと地下鉄駅の階段とか、エスカレーターの手すりとかまでもすごいみんな掃除してるのをよく見るんですね、ですよ。でそれなのにみんなアルコールとかでどこ行っても消毒を進める文化っていうか、保育園とかお迎えに行った時も必ず手を消毒してくださいと書いてありますよね、綺麗なところですね、日本の、それとやっぱりこうサービスが特化されているところ、レストランとかデパートの店員の対応は本当にもう素晴らしいと思います、そうです。みんな結構サービス精神があって、どの仕事をしても自分の仕事に対してプライドを持ってて、 それを真面目でやるっていうのがすごい強いんじゃないかなって思います、でやっぱり海外から来た外国人の友達とかもすごいそれに関して感動してて、でイギリスから去年かな、友達が日本に遊びに来た際にあった出来事なんですけど、デパートに行って売り場を探してたんですね。でそれをちょっと見つからなくて店員に聞いたら、私たちちょっと分かりそうにないから、わざわざ目的地まで付き合ってくれたんですけど、最後に私たちに向かって言ってくれた言葉で結構みんなで感動を受けた記憶があります。でどういう言葉かっていうと、たくさん歩かせてしまって申し訳ありませんっていうふうに言われたんですけど、日本っぽい発言ですね、私たちのためにわざわざ自分こそ歩いたのにお手数かけましたみたいな、
でそれを通訳してあげたらありえないみたいな感じで、このサービスは素晴らしいというふうに受け取った記憶がありますね。ハイさんどうですか？そうですね、特に人に対してのサービスだけじゃなくて、動物、ワンちゃんと一緒に行けるレストラン、カフェとか行くんですが、すごく優しくて、人が食べる料理だけじゃなく、ワンちゃんが食べる料理も本当に綺麗にデコレーションとかプレートを綺麗にして出してくれるのが本当に嬉しかったです。動物に対してもお客さんっていう認識、でそれに見合ったサービスっていうのがどこにいてもあるかなと思います。やっぱり仕事してて一番感じるものとかもありますよね。そうですね、会社行ってるので、私の場合今働きながら子育てをしているので、日本と韓国にいる友達の環境をよく比べてみるんですけれども、日本の方が共働きにとっては子育てしやすい環境なんじゃないかなって思います。日本の場合、産前産後の休みや育児休暇をちゃんと取れる法律で定められてるのもあるし、会社によって少し違うと思うんですけれども、ちゃんと休みが取れて復帰した後も戻れる場所が保証できるところがたくさんあるし、復帰してからも時間短縮勤務や在宅勤務など子育てしながら両立できるような環境の整備がもっと整えてるんじゃないかなって思います。待機児童が結構多いとか区によっては言われてますけど、やっぱり一度認可保育園とか預けるようになると働くことに全力を注げるような点では日本って素晴らしいなと思います。そうですね。あと日本だと今自分の家族しか住んでなくて、両親は韓国にいるので全然両親に何も協力してもらえることがなく、自分たちで子供の面倒を全て見ないといけないんですけれども、ちゃんとできるように保育園も夜基本6時ぐらいから延長したら8時ぐらいまでも見てくれるし、会社も短縮勤務とかがあって5時とか6時にはもう残業なしで帰れる雰囲気になってるので、ベビーシッターを雇ったりどっかこう周りの手を借りなくても、大変は大変なんですけど、できるような環境にはなってるかなって思います。韓国の場合、友達に聞いた話だと一応6時とかに預けれるのは預けれるんですけど、3時ぐらいになるとみんな帰ってしまうから、自分の子だけ6時まで行ってもかわいそうだし、あと6時とか8時まで子供を預けるとしても、その時間までちゃんと帰れる会社ってほとんどないので、フルタイムは難しいですよね。そうですね、もう3時ぐらいには両親かシッターさんを雇って迎えに行って連れて帰っていると聞きました。